情報の少ないイヤホンを触る喜び。やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、BGVP 系の新商品、DH Hi-Fi キャラクターだ。現在の為替レートで約2万円、1BAH ダイナミックドライバとシンプルな構成と、中華イヤホンの高価格系イヤホンとして、仕切り直しをしたような、ハイブリッドイヤホンの入り口に立ち返ったようなイヤホンだな。その割にめちゃくちゃ外装のデザインは攻めていて、中国製イヤホンであることを前面に出すような、いつもの欧州系デザインをぶん投げて、完全に自国のニュアンスだけを盛り込んだようなイヤホン本体には、どことなくエキゾチック味を感じる仕上がりとなっている。DH Hi-Fi というと聞いたことが少ないブランドなんだけど、このブランド、どうやら BGVP が大きく関わっているようだ。BGVP といえば、何年も上位価格帯から1万円程度の価格帯で、豊富な構成と音色のイヤホンを発売し続けているブランド。個人的にはもう生産が終了してしまったけど、BGVP DMG とか大好きだな。そんな BGVP 系の技術が盛り込まれたキャラクターは、自国の文化を盛り込みながら作られた、超スタンダードな 1BAH ダイナミックドライバ機、といった印象を受ける。外装は武骨な金属製、そこに、赤いメタルシートが内部に配置された、切り抜かれたフェイスプレートが配置されていて、このフェイスプレートは、漢字の要素を盛り込んだものになっているぞ。日本人でも単発で見たら気づけないけど、これがえらくエキゾチックな印象を与える。ただ、外装は鏡面加工などではなくて、金属削り出しそのままの仕上がりになっていて、結構武骨さがあるな。アルミニウム合金ということなので、ちょっと綺麗に仕上げたトリポーインミールのような質感、と思ってもらうのがいいだろう。形状はオーソドックスで装着感も悪くない。フェイスプレートのインパクトがとにかく強いけど、このイヤホンとしては本当に堅実に作られているんだよな。過去の基本仕様を現代の品質でリバイバルしたようなイヤホン、と言えばいいだろうか。リケーブル可能なケーブルは、高品質の銀メッキ無酸素導線が組み合わされる。これは実はミックス線となっていて、標準線で最大の実力が最初から発揮できるぞ。久々に触る、MMCX によるリケーブル方式。最近、中華イヤホンは2ピンが支配的なので、ここで MMCX を採用するあたりも、あえて古い仕様を守ってるように感じるな。内部についても見ていこうか。このイヤホン、金属外装なので、内部には BA とダイナミックドライバ型の低価格機のように収まってる、と予想されがちなんだけど、値段に見合った内部設計を持っている。内部では2台のドライバが独立した音同感を持っていて、それが 3D プリンタ製のブラケットに収まってる、という仕様だ。高級機でよく見かける光景で、耳の直前まで音が混じらないので、それぞれのドライバの干渉を抑えられる。こういうところはしっかりと、高級機にふさわしい設計になっているぞ。採用されているダイナミックドライバは 9.2mm 独自開発のもので、特にピックアップされているのが専用のレジン振動板フィルム、さらに二重マグネット構造で、駆動力も力強く手に入れている。オーソドックスな仕様に見えて、しっかりと独自技術は盛り込まれていて、それゆえの価格、という印象だった。とはいえ、それが音に繋がらなければ、値段に何の意味もないわけで、外装のインパクトの強い1台だけど、その音色は外装のイメージを跳ねのけられるのか、音色について見ていこうか。キャラクターの音色は、驚くほどに、基本に忠実だ。これは平凡、という意味じゃなくて、特徴らしい特徴をつけずに、あえて磨き上げてるタイプ。そう言われると、上位機種のモニターイヤホン然とした音が聞こえてくるのかなと感じるかもしれないんだけど、低音と高音には若干の強調を感じる。ただ、日本人は海外の人に対して、中央が盛り上がった音のことをフラット、と感じる印象があるようだから、実際にはこれくらいでフラットなのかもしれない。分離感やハイブリッドらしい高音域の粒立ちはかなりしっかりとあって、その上で、カリカリの改造感は感じない、というバランス。サブベースもしっかり沈み込むし、いかにも中国的なハイブリッドイヤホンといった特性も持っている。高級モデルらしい、ドライバの精度の高さも実感できる。低価格な 1BAH ダイナミックドライバモデルで感じがちな高音域のあれなどは一切なくて、とにかく完成度の高さを感じる仕上がりになっているぞ。非常に基礎的な要素に重点を置いたモデルとなっているので、弱点らしい弱点が見当たらない。ボーカル吹きでドライバが切り替わる感じがわかる。低価格な小構成ハイブリッド特有のつながりの悪さみたいなものも一切なく、ベーシックなハイブリッドイヤホンの基準点を感じさせるような出来だ。密閉感は高く、特にサブベースやベースのインパクトの重さでそれは体感できるんだけど、中高音域以上の抜けの良さのおかげで、閉塞感を感じることもない。空間はそれほど広くないが、壁や閉じ込められてるような感じもないな。金属音は鈴の音のように綺麗に響くし、ボーカルはレジン振動板のおかげか、ビビることもなく、きちんと体温を感じるなり方。
囁くようなボーカルから、エネルギッシュなシャウトまで、しっかりと表現することができる。それでいて、シングル BA ダイナミックドライバーらしい。高音の引き立ち具合も素晴らしい。でいて、全体的には方向性をつけるわけでもなく、ニュートラルなバランスの範疇だ。EDM のベースもしっかり分回すし、ギターソロの空気感もしっかり鳴らせる。レゲエのリズムもボーカルも問題ないし、この手のニュートラルなイヤホンにありがちな、曲の盛り上がりにテンションがついてこないようなこともない。元気な時はちゃんと元気で、静かな時はちゃんと静かなイヤホンだ。音色は、この価格帯にふさわしい完成度で、かつ気をてらっていない完成度。この価格で、自国の文字を担わせる自信を感じる出来だった。人の好みを分けるのは、攻めたデザインくらいじゃないかな。音色は万人に愛される。そして低音と高音の表現力が伸びるイヤホンが愛される。中国に向けた上位機種、といった仕上がりになってたぞ。国内に向けた決定版みたいな音を目指したからこそ、日本国内では情報量が少ないのかもしれないけど、そもそも、DH ハイファイ自体が、国内展開を大きく意識したデザインなんだろうな。それはパッケージの時点で伺える。ただ、国境や美的感覚を超えて日本で聴いても、良いものはやっぱり良かった。優秀で、1BA1 ダイナミックドライバーの基準として十分に扱えるポテンシャルを持ってる。1BA1 ダイナミックドライバーらしい、高音域のシャープさと、中華系ハイブリッドらしい、低音域の迫力を愛する人には、きっと好まれる一台だろう。音色を分解してみようか。大体ざっくりここまでで話しているけど、高音域は、BA らしい、キレ、金属感、ソリッドな響きに溢れるもの。また、キャラクターは、音同感で直前まで音色を分離させているので、そのおかげもあってかより分離感の強い音が届く。この構造的分離のおかげか、1BA1 ダイナミックドライバー機が、より構成の多いモデルと比べて苦手としている。派手な音が同時になるような曲でも、しっかりと分離感を保ってたぞ。中音域。ここから、明らかにダイナミックドライバーに担当がスイッチする。高音がシャープ、ソリッド、といった、ハイブリッドらしい仕上がりなのに対し、ボーカルあたりはより弾力がある、人間の声らしい温かみを感じる仕上がりだ。高音域の抜けの良さと、中音域の温度感のギャップはあるんだけど、その切り替わる場所。つまり、ドライバーのつなぎ目は聞いてて見つけることはできなかった。そういうところも含めて秀逸に仕上がってると思う。ボーカルは若干近めで、高音低音が派手な本気の傾向に張り合える仕上がりになってるぞ。でもって低音域、EDM やサブベースにがっつりと対応できるインパクトを持った仕上がりだ。二重チャンバーや、二重軸構造といった、サブベースを明らかに意識しているモデルに近い重量感を感じることができる。一方で、サブベースに対して、ベースはそこまで分厚くないので、そういったところも、中国系のハイブリッドらしいバランスとなってるな。空間表現は標準的。変に楽器の位置が定まらないわけでも、変に空間が広い感じもなく、イヤホンとして聴いてて自然に感じる空間だ。頭の中で鳴ってる感じもないし、妙にごちゃごちゃっとまとまってる感じもなし、苦手な曲のない、ハイブリッドらしさのある、でも元気すぎるわけでもない、万能選手といった塩梅だった。国内で普及するには、おそらくそのデザインが最も大きな障壁になると思うんだけど、聴いてみたら、誰でも納得する、小気味良い音色。ちょっとばかり攻めたデザインで、でも、しっかりとした実力派のイヤホンが欲しい人、キャラクターは掘り出し物だぞ。と、こんなところだな。正直、結構最初はデザインもあって身構えたんだけど、聞いてみれば聞くほど好きになっていく音だった。フェイスプレートがもうちょっと一般的だったら海外のセールスも本気で狙っていけそうな仕上がりだぞ。ただ、好みは分かれそうだけど、好きな人は好きそうなデザインなのも違いないんだけどな。といったところで今回はここまで。今後、こいつの上位機種フェイスレッドもレビューする予定なので、そっちもお楽しみに。といったところで今回はここまで。